こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨ブロックチェーン界隈のポジネガファンダー、チャートなどをまとめてみていきたいと思います。ちょっと体調崩してしまって寒気が止まらないんで、今日はこの格好で撮影します。まずオンチェーンの方では、ルーンズのトランザクション数が減ってるのが注目されています。グラフではピンクの領域ですね。以前まではオーディナルズやルーンズというビットコインチェーン上でトークンや NFT が生成できる技術が注目されて価格も上がってましたけども、今ではシェアがだいぶ減ってきています。最近話題にも上がらなくなってきたんで、この辺の熱が冷めてきてると見られてますね。あと昨日の米国の ETF のフローは現時点では全体でプラス 1.6 億ドルの純流入となってます。先日までの流出傾向からは出しているように見えますね。イーサもゼロが目立ちますけども、流入は維持できている状態です。香港はまだ更新なしとなってますね。ビットコインの価格は現在95,800ドルあたりを推移しております。発表された指標の方では、トルコの政策金利、米新規失業保険申請件数、米7年債入札などがありました。一昨日には植田日銀総裁の鳩寄りな声明も話題になりましたね。トルコの金利も事前予想を下回る利下げとなってまして、いずれも米ドル高要因となっています。ドル円は一時158円台突破となってまして、休日明けの米市場ではですね、米株各指数は横ばい、ビットコインも上下ありましたけども、最終的には先週末の95,000ドル台に戻った展開となっています。ビットコインの先物の方では、OI は全体でプラス 0.86%、額としては607億ドル相当、比率としては全体ではショートが 50.7%、バイナスミはロングが 60.5% と下寄りになっています。今後の指標としては、本日12月27日に米卸売在庫11月の速報値、12月28日から29日にかけてロシアの雇用統計、米週間石油在庫統計、ロシア実質 GDP、12月30日に米シカゴ購買部協会景気指数12月などが控えております。他各所の見解では、クリスマスラリーが終わったということと、あとは企業がビットコインを買うマイクロストラテジー戦略が今後も市場を牽引するんじゃないかとか、あとは米国の規制緩和で ICO ブームが再来する可能性があるというですね、ウィンターミュートらの見解が注目されています。そしてオンラインチャン企画ですね。一昨日の私の予想では、調整があるにしても年末ギリギリまで持つかもしれないんで、クリスマス後の休日明けの米市場、もう一度反発するんじゃないかということで、12月27日 AM6 時点のビットコインは一昨日の98,012ドルよりも上という予想でした。結果としては ETF の流入も回復せずですね、OI も現状維持、何回か10万ドルの攻防に向かいましたけども、その後落ちまして、判定時刻の12月27日 AM6 時点のビットコインは95,589ドルということで、一昨日の98,012ドルよりも下なんで3連敗です。しっかり収束してきています。はい、続いて明日の予想ですね。トレーダーは年始まで休みが入ってるんじゃないかという見解もありますね。なのでここでトレードしてる人がいないと考えると、ビットコインに関しては年末まで一般層の撤退が優勢になって資金が抜けるだけなんじゃないかなと思ったんで、ここを割ると見て下にします。なので12月28日 AM6 時点のビットコインは現在の95,890ドルよりも下、これでいきたいと思います。指標としては本日22時半に米卸売在庫が控えております。それらの時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在3350ドル、BTC だとは 0.0349 と、先物の方では OI は全体でマイナス 1.11%、額としては227億ドル相当、比率としては全体ではロングが 52.9%、バイナスミはロングが 81.5% と上襟になっています。イーサ関連の話題では、ビタリックがタイの動物園に 29.3 万ドルを寄付してムーデンを養子にしたことが話題になっています。この影響かミームのムーデンは上がってますね。ETF はまだ流入傾向ですけども、価格としてはドル建て BTC 建てともに下がってます。もともと見てた3000ドルが近くなってきてますね。年末3000ドルキープできればかなりいい方かなと思いますけども、 ETF 起点で BTC 建ても回復できるのか注目ですね。あとその他の動向では、イスラエルの方でビットコインの投資信託6つが12月31日にリリースされると発表されています。既存のビットコインインデックスをそのまま反映してたり、ブラックロックの ETF、IBIT の価格が反映されているものがそれぞれのファンドからリリースされるとされています。あとは韓国が北朝鮮のハッカーと工作員15名に制裁を科したと発表しています。ハッキングで仮想通貨を盗んでいるもの、また各国に派遣されて IT 企業から委託を受けて
そのままサイバー攻撃に関与している者に対して制裁したと発表しています。先日取り上げた DMM の件に関してもですね、北朝鮮絡みということが発表されてましたけども、各国で対応が進んでますね。あとはアニモカブランズの創設者ヤットシウ氏の X アカウントが乗っ取られてスキャムが PR されたのも話題になってますね。このムーブ最近よくあるんで、著名人からトークンが拡散されてもですね、皆さんは乗らないように注意してください。あとアルト関連ではビットゲットが BGB と BWB の統合を発表してます。一つのトークンに統合して今後は各ステーキングのコア資産となると、また PayPay を通して飲食その他旅行の支払いにも利用できるようにすると発表されてます。下落相場ですけども、この発表から BGB、BWB、モエウなどですね、ビットゲット関連トークンが軒並み上昇してますね。ビットゲット全振りの人はかなり恩恵を受けれたんじゃないでしょうかね。あと他ではフロキが欧州で ETP をリリースすると発表してます。これまで資産運用会社 ETP 企業と共に話を進めてきた結果、2025年第一四半期には取引開始を予定していると発表しています。フロキの時価総額は現在81、懐かしい感じもありますけども、こちらもリリース前後でどのように動くのか注目ですね。あとはミームミラも話題になってますね。これは起業家のチェン氏が娘のミラが重度の脳腫瘍を患っていると X に投稿したんですけども、この投稿を見たある人がミラというミームを発行して総発行枚数の 50% をこのチェン氏に送ったと。でその後ミラは市場で買われて時価総額1億ドル近くまで高騰してます。でチェン氏の投稿を見るとですね、当時の価値1800万ドルを保持しているスクショが貼られていて、どうしたらいいかわからないと投稿してるんですけども、その後新たな投稿ではですね、コミュニティへの感謝と寄付することを綴ってますね。ミラの時価総額は現在でも2000万ドルほどキープとなってます。ミーム界隈では非常に稀な素敵なエピソードになってますね。ミラのその後にも注目ですね。今日はこのところですけど、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。